通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アサシンクリードからの話題になります。今回ですね、UBI ソフトが南北戦争をテーマにしたアサシンクリードの企画をキャンセルしたのではないか、こんな話が出てきたんですね。そしてそのキャンセルの理由は、この作品があまりにも政治的だったこと、そして安家への反発が影響していたというんです。さらにはですね、この話をきっかけに、アサシンクリードシャドウズの騒動を否定的に報じたインフルエンサーたちに対して、害が呼びかけられているというんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回はですね、UBI ソフト、アサシンクリードからの話題になります。これを報じましたのがこちらゲームファイル。これがね、一時ソースになります。で、ここね、スクープとありますが、UBI ソフトがね、南北戦争をテーマにしたアサシンクリードをキャンセルしたと、こういった内容なんですね。で、これに関しましてはですね、ソースがあくまでも情報筋からの話なんですが、かなり信憑性が高いと捉えられているようで、こういったね、ゲーム系のメディア一斉に報じているというような状態になっています。こちらフォーブスも報じていますね。で、このフォーブスの記事がですね、本当にひどくって、ちょっとこれはこれでね、後ほど詳しく見ていきますね。ではこちらバンディングイットコミックさんの記事見ていきたいと思います。UBI ソフトはアメリカのセブンウォーを舞台にしたアサシンクリードを中止し、不安定すぎる国であまりにも政治的な物語だったと感じている。ということで早速ですが、こちらですね、セブンウォー。こちらが本日のキーワードになります。Civil War。同じ国に住む異なる集団の間で争われる戦争。ということでね、こちらのセブンウォーというのは内戦という意味になります。キャプテンアメリカで非常に有名なワードですよね。もう真っ先にあの映画を思い浮かべた方多いんじゃないかなと思いますが、これはね、内戦という意味になるんですが、今回ね、まさにこちらにありましたアメリカンシビルウォーとありますね。アメリカの内戦ということで、これは1861年の南北戦争を指しているんですね。ですのでこれね、シビルウォーというのは内戦という意味ではあるんですが、アメリカでのシビルウォーを指している場合はこれね、南北戦争であると、アメリカンシビルウォー、ザ・シビルウォー、このように表記されます。じゃあね、一応この南北戦争どういったものなのか、こちら日本のウィキペディアになりますんで見ていきましょうね。南北戦争は1861年4月12日から1865年4月9日にかけて、北部のアメリカ合衆国と合衆国から分離した南部のアメリカ連合国との間で行われた内戦である。そしてまさにね、これ書かれていますね。英語におけるシビルウォーは単に内戦を意味する語だが、アメリカ合衆国では独立後に内戦があったのはこの時だけなので、国内では通常これに定冠詞をつけて大文字にしてザ・シビルウォーと表記する。アメリカ以外の国では自国の内戦と区別するため、国名を冠してアメリカンシビルウォーと表記する。ということで今回ね、話題となっているアサシンクリードの舞台となったのはこの南北戦争だったんじゃないかと言われているんですね。ということでこちらは UBI ソフトは南北戦争後を舞台にしたアサシンクリードを中止し、不安定すぎる国であまりにも政治的なストーリーだったと感じている。最近のここね、スノーフレーク主義とありますが、これはね、つまり雪の結晶、すごくね、繊細で傷つきやすくって過剰にね、被害者意識を持つ人々のこと、これを指すスラングです。以前ね、サバンの騒動をお伝えした動画ありましたが、予告編の中でね、画面に表示されていたのもこのワードでしたね。これスノーフレークと。最近のスノーフレーク主義が興味深い創作的選択を台無しにした最新の例として、新しい報道が明らかにしたところによると、最新作アサシンクリードは当初、アメリカ南北戦争直後の時代に奴隷解放された男性がアサシン教団に加わる物語を描く予定だった。ね、つまりこの主人公を日本人にすれば UBI ソフト全てが生産できたような気もしますが、そうはならなかったんですね。しかし UBI ソフトは最終的にこの企画を白紙に戻した。この情報はゲームファイルの記者スティーブン・トティーロによって最初に明らかにされた。これね、元コタクの記者です。UBI ソフトはね、コタクとか IGN、コインにしてると思うので、むしろ信憑性あるでしょ。で、この情報は匿名を条件に現職及び元 UBI ソフト社員5人から得ていると。これら匿名社員によると、アサシンクリードの次回作はシリーズ史上最も現代に近い時代を舞台にし、プレイヤーをアメリカの再建系と導く内容になる予定だったという。この時代は南北戦争が終わった直後からおよそ12年間にわたり戦争で荒れた国を立て直し、そして奴隷制度を廃止した新しい社会を根付かせようとする取り組みによって特徴づけられていた。
そしてね、政治性というのはこちらにも現れておりまして、そのストーリーの中で、プレイヤーは南部での長年の強制労働から解放され、西部へと新しい人生を求めて移住した黒人の元奴隷を操作することになる予定だった。彼はそこで、旧南部連合諸州の中で、密かに進行していた陰謀に対処するため、アサシン教団にスカウトされるという設定だった。トティロの情報源によれば、その陰謀の具体的な内容までは明らかにされなかったものの、そしてここです。ストーリーの中で主人公が KKK の誕生と向き合う展開が含まれていたことは確認されている。KKK は1865年に登場した白人至上主義団体である。ということでどうですか皆さん、これね、先ほどちらっと名前出ましたが、サバンの話と似てるでしょ。このね、キャンセルされたというアサシンクリードは、黒人の元奴隷が白人至上主義と戦うプロットになっていたと。情報筋5人全員がトティロの言葉を借りれば、このゲームには強い熱意を持っていたが、その中心には非常に落胆していた。彼らはそれを UBI ソフトが論争に屈した結果だと感じていたと述べたという。ね、もうこの発想がすでに、いわゆる我々が想像するゲームクリエイターではないですよね。もうね、ほとんど言ってることがディズニーの中の人と同じというね。さらにそのうち3人は、UBI ソフトからの社内通達によれば、このアメリカを舞台にしたアサシンクリードが中止された理由は、明確に2つあったと説明している。1つ目は、当時開発中だったアサシンクリードシャドウズで、黒人侍ヤスケを主人公に据えたことに対して起きたオンライン上での強い反発。2つ目は、アメリカ国内の政治的な空気がますます緊張しているという懸念だった。ある関係者はこの状況を端的にこう表現した。不安定すぎる国で政治的すぎる題材だった。要するにそういうことだ。まあ確かにね、この内容というのが本当なのであれば、今この内容を発表したら、まあいろいろ騒動にはなりそうですよね。ではね、こちら同じくこれを伝えているフォーブス、そのスタンスというのがね、明確なので、ちょっとね、見ていきましょうか。アサシンクリードシリーズは今年、アサシンクリードシャドウズという非常に完成度の高い作品を生み出したばかりだ。しかしその裏では、もう一つの優れた企画が進行していたことが判明した。もし経営陣がその驚くべき理由によって開発を打ち切らなければ、そのゲームも間違いなく素晴らしい作品になっていただろう。ね、すごいでしょ。信頼性の高い記者として知られるゲームファイルのスティーブン・トーティーロは、2025年7月に中止されたあるゲームについて、UBI ソフトの現職及び元社員5人にインタビューを行った。その作品は、南北戦争とその後の再建期を舞台にしたアサシンクリードシリーズの一作となるはずだった。プレイヤーはかつて奴隷だった黒人男性となり、再び南部へ戻って KKK を含む敵勢力と戦うという内容だった。これは素晴らしい。だが問題は UBI ソフトがシャドウズの登場キャラクターへの反応、そしてアメリカ社会全体の状況を見てこのプロジェクトを中止してしまったことだ。UBI ソフトは以前、ヤスケをめぐる論争によって複数の社員がネット上でハラスメントの標的にされたことを報告している。このウォーク論争はついにはイーロン・マスクにまで波及。彼は最近のゲームは DEI の思想に汚染されすぎていると発言するまでになった。今回の中止報道が出た今、誰もこの決定を喜んではいないだろう。こうしたテーマのゲームを楽しみにしていたファンたちは UBI ソフトがネット上のトロールに屈したと非難するだろう。一方で、いわゆるトロール側も勝ったと感じるかもしれないが、実際にはもしこのゲームが続行されていれば、また大規模な攻撃キャンペーンを展開していたに違いない。ということでね、今回のね、このフォーブスに関しては、このシャドウズはトロールたちによって攻撃されていた。そのせいで、この南北戦争をテーマにした素晴らしいアサシンクリードをキャンセルしたのは UBI ソフトの愚行であると。こういったスタンスですね。ではこちらおなじみディスカッシングフィルム、これを伝えています。もしこの10年間説教じみた美徳アピールだらけのゲームを押し付けられてこなかったならこんな問題にはならなかっただろう。でもみんなわかっているさ。どうせこのストーリーも左派系の社会学教授が夢見るような展開になっていたんだろう。どんな社会状況ならこれが子供向けゲームとしてふさわしいと言えるんでしょうか。これは本当に素晴らしいアサシンクリードの企画になったはずなのに、数人の泣き言ばかり言う連中のせいでお蔵入りになってしまった。このゲームを実現してほしかった。こちらの方がまだ筋が通っていただろう。巨大な黒人侍が日本人を逆するなんて全く意味がない。ね、こっちの方がシャドウズよりまだマシだと。この下の方もそうですね。皮肉なことに、こっちの方がシャドウズよりもずっと面白く、筋も通っていただろう。そしてね、もう割とこれですよね。日本に無理やり黒人キャラをねじ込んだせいで、黒人主人公が本当に生きるはずだったゲームを台無しにするとは、笑えるよな。そしてこれを受けましてですね、現在このようになっているというんです。X のあるユーザーが、
マーク・カーン氏とチビレビュー氏を害するよう呼びかけたと報告されている。この人物は以前にもラップ音楽が好きでない白人はロスべきだと投稿していたとされている。それにもかかわらず X のサポートアカウントはこの投稿からほぼ24時間が経過してもそのアカウントを凍結、削除していないと指摘されている。ということで最近ね、この X のサポートアカウント結構問題視されておりますが、こちらね、スクショになるんですが、この件をね、このようにリポストしまして、こんなことを言ってるんですね。俺たちは史上最高のアサシンクリード作品になったはずのゲームをクソみたいな、これね、グラムスっていうのはマッカーン氏のことですね。彼のせいで失ってしまったんだと。そしてこちらですね、もうはっきり書いてます。彼をロセと。もちろんこいつらが知っているのは暴力を振るうことだけだ。彼らは文字通り白人を害できるファンタジーゲームを望んでいたんだ。悲しいことに黒人侍のくだらない企画なんかじゃなくてこっちを作っていれば間違いなく成功していただろう。はい、ということで本日はですね、UBI ソフトが南北戦争を舞台にしたアサシンクリードをキャンセルしたのではないかという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。さあどうですか。まあこれね、テーマ的には出てきてもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。だから先ほどもね、皆さん言ってましたが、そのテーマ自体というよりは日本を舞台にしたシャドウズでね、この主人公をわざわざ黒人にしてしまったと。これがね、結局 IP の足を引っ張ってこの企画ができなくなってるんだから本当にバカらしいよねと、このように言われているんですね。で、さらにはですね、まあね、あっち界隈の人にしてみればもう最高の題材なわけですよ。なので、これがキャンセルされてしまったということで、めちゃめちゃ怒っておりまして、その矛先がね、インフルエンサーに向かっていると、こういった状態になっているわけですね。いやー、それにしてもこのアサシンクリードシャドウズの騒動、すごいですよね。ここまで引きずるんですよ。これをね、素直に日本人の侍にしておけば、おそらくシャドウズはね、今よりも支持され、そしてここで、素直に南北戦争をテーマにしたアサシンクリード、リリースできたかもしれませんよね。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本来であればね、動画ここで終わりなんですが、今日ちょっと、雑談していいですか。どうしても話したいことがあって、もうね、びっくりするぐらい関係ない雑談していいですか。今日ね、日曜日でお休みの方多いと思うんで、もし時間があればね、聞いてってください。今日の本題は終わりなんでね、ここで。プクタですね、医療系のドラマってあるでしょ。ER とか、すごい有名じゃないですか。あれがね、大好きなんですよ。そこでね、先日、ザ・ピットというドラマ見たんですね。これがですね、めちゃくちゃ面白くって、ちょっとね、この話をどうしてもしたいなと思いまして。それがね、こちらになるんですが、この人、皆さん、見覚えありませんか。ER でジョン・カーターを演じていたノア・ワイリーですよ。今回、彼がね、このザ・ピットの主演なんですね。で、このね、ザ・ピットというのは、ファーストシーズン15話で完結するんですが、なんとですよ、これ、24形式なんですよ。つまり、1話で1時間進み、1シーズン丸々全部使って15時間。つまり、このノア・ワイリーが出勤してきて、帰宅するまでの1日を描いています。だからね、医療ドラマというと、ドクター同士の恋愛だとか、家族との確執とか、抱えてるトラウマとか描きがちでしょ。そういった要素ね、なくはないんですが、もう最小限に抑えられておりまして、わかります？一番面白いところ、患者を治療するところをひたすら15時間見せていき、トータルでね、100人以上治療するんですよ。途中ね、大事故とかも起きるんで。もうとにかくみんながね、一番見たいところだけを集めましたみたいな。そういったドラマで今回ですね、これ。先日もね、こちらの動画でお伝えしましたが、エミー賞で13部門ノミネートされまして、5部門だったかな、受賞しました。で、ノア・ワイリーもこれで取ったんですよ、エミー賞。こちらね、ロッテントマトになるんですが、ほら、結構すごいでしょ。こんな感じでね、非常に高評価を受けていると。で、ここのね、要因の一つになっているのが、このドラマですね。史上最も医療の描写が正確なドラマと言われています。だから、実際のね、ドクターたちが、このピットを見てリアクションするという動画もね、結構出ておりまして、もう中にはね、あまりにも正確すぎて、辛すぎて見れないというドクターが出てくるくらい。ということで、このドラマはね、マックスが、HBO Max ですよ。もう本気で作った、非常にハードコアな医療ドラマとなっているんですね。わかります皆さん。よく医療ドラマで定番のシーンあるでしょ。救急車で患者が ER に運ばれてきて、ドアをね、ガーンと開けて。わかります？これね、好きな方だったら分かってもらえると思うんですが、そこにね、ドクターたちがわーっと寄ってきて、血圧がいくつ、心拍数がいくつ、大丈夫ですか？聞こえますか？みたいな。病歴はとかアレルギーはとか聞くでしょ。あれをですね、15時間やるんですよ。もうね、最高ですよ。本当に。ふくたね、やめ時がわからなくって。だってずっとドーンっていうのやってるから。ほとんどね、寝ずに通して見てしまいましたが、もうとにかくね、めちゃくちゃ面白いドラマなんですね。これね、シーズン2ももう話出ているので、もしね、医療系のドラマ好きな方だったら、これね、UNEXT で配信されていて、あと、
Hulu とかでも配信されてるんですかね、ちょっとわかりませんが。これ見るためにね、1ヶ月でも契約して損ないんじゃないかなと思いますよ。でね、こっからがその雑談の本題なんですが、これだけリアルに描かれていると言われているザ・ピットの中で、扁桃炎を患った患者というのが出てくるんですよ。もうプクタにとってはね、めちゃくちゃタイムリーなわけですね。そしたらね、その患者さんね、どうやら扁桃切除の手術を受けているようで、ここから出血してね、もう吐血が止まらないんですね。で、大量の吐血をしまして、死にかけるというエピソードがあるんですよ。これがね、そのディテールに定評のあるザ・ピットですから、リアルに描かれるわけですね。もうこれね、めちゃくちゃ面白いドラマですよ。皆さんね、これ本当におすすめです。でもね、もう見なきゃよかった。